こんにちは、しのです。皆さん、フードロスっていう言葉聞いたことありますか？聞いたことある人もない人もいると思うんですけど、フードロスっていうものは定義っていうのはいろんな国とかによって変わってくるんですけど、一般的に日本ではフードロスっていうのは食べ物でまだ食べられるのに捨てられていくもののことをフードロスって言います。めっちゃもったいないですよね。で、フードロスっていう言葉を聞いたことがあってどうにかしたいなって思っても、実際どうしたらいいのっていう人が多いと思うんですね。例えばもう家に冷蔵庫にあるすっごい古いものでも違う調理法をしたら美味しく食べれたりとか、捨てずに済んだりとかすることがあるので、そういうちっちゃい積み重ねでも、しないよりはいいじゃないですかだからそういう人たち、何かフードロスって言葉は知ってるけど、実際にそれに対して何をしたらいいかわからんよそんなんっていう人に特に見てほしいなと思ってこの動画を作りました。皆さん、家に生でも食べるにはちょっと柔らかすぎるかなっていうトマトありませんか？ありますよねそう、うちにちょうどこういう、わかるかな、このデコボコしてるのわかりますか？このちょっと古くなっちゃったトマトがちょっと家にあって、そういうトマトを消費するのにぴったりなイスラエルのシャクシューカっていう料理があるので、今日はそれを作ってみたいと思います。もちろん家にわざわざ古いトマトを用意しなくても、フレッシュなトマトでも、トマトがなかったらトマト缶でもトマトピューレでも何でもいいので、何かしら家にトマトがある人、あと卵、よかったら作ってみてください。ではレッツゴーということで、家にあるトマト洗ってきました。普通のトマトはこれで、基本的にサラダ作ろうと思って家にあったのをすっかり忘れてたミニトマトをいっぱい使って作っていきたいと思います。他に必要な材料は玉ねぎとニンニクと何だったかな、塩、胡椒、パセリ、イタリアンパセリとオリーブオイルとですでは下準備からいきたいと思います。まずニンニクを4かけくらいかな、多いかなと思うかもしれないですけど、いいの、豪快にいこうこれを全部細かく刻んでください。ちょっとやってみたかったこと。で、玉ねぎも1玉くらいかな、刻んでいきます。玉ねぎが切り終わったらパプリカ切っていきます。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、これめっちゃ大きくないですか？イタリアのパプリカ。これ顔と同じくらい大きいんです。で、ごめん、嘘ついた私の顔そんなちっちゃくないからあれだけど、でもすごい大きくて、イタリアに初めて来た時にびっくりしすぎてスーパーで写真撮りました今となっては普通だけど。で、なので日本のパプリカだったら4つくらいかな、4つくらい用意してください。パプリカとトマトも玉ねぎと同じくらいの大きさに角切りにしてください。ちょっと私大きく切りすぎた感あるんですけど、大丈夫、気にしない。玉ねぎとパプリカと、ニンニク切り終わったらフライパンを用意してください。この3つを切り終わったら、とりあえず調理を開始していきましょう。言い忘れてたんですけど、辛いのが好きだったら刻んだ赤唐辛子も一緒に調理してください。一緒に入れて調理してください。フライパンに刻んだニンニクとたっぷりのオリーブオイルを入れます。どれくらいたっぷりかっていうと、たっぷりこれくらい大丈夫。美味しく食べればカロリーゼロだから大丈夫フライパンを弱火にかけて、いい香りがしてニンニクの周りがフツフツしてくるまで炒めてください。そしたら玉ねぎとパプリカを入れて弱火でじっくり
くり炒めていきます。基本放置して焦げないようにたまに混ぜるくらいで大丈夫なはず玉ねぎが透明になってきたけど、まだまだ全然。パプリカが潰せるくらいくったくたになるまでじっくり炒めてください。こんな感じ、くたんくたんになってきたらトマトを入れます。そのまま弱火でこれまたじっくり火を通していきます。入れてすぐは火ちょっと強くしてもいいかな。時間が経つとトマトが柔らかくなってくるので潰しながら炒めてください。最終的にブレンダーにかけて完全にペーストにしてもいいし、教えてくれた友達は3分の2くらいをブレンダーにかけて、で残りのペーストにしてないのと一緒に混ぜてちょっと食感を残してってやってたので、お好みで。私はブレンダーを持っていないので地道に潰していきます。ちょっと入れ忘れてたんですけど、小さじ1杯くらいパプリカパウダーも加えてください。なくても作れるかもしれないけど、あった方が絶対美味しいのでぜひ入れてください。トマトが柔らかくなってきて潰してソースみたいになってきたら、濃縮トマトペーストを大さじ1杯くらいかな加えてください。そのまま弱火にかけて水分が蒸発してきて、混ぜた時に鍋底が見えるくらいになってきたら塩コショウで味を整えます。あとちょっとでできるよ。味見をしていこうかな。いい感じってなったところで、こうソースをこうやってしてこう卵を入れる穴をこう開けておきます。卵をこうやってこのまま卵が半熟になるまで火を通していきます。卵に火を通している間にイタリアンパセリを刻んでいきます。これくらいになったら刻んだパセリを上からパラッとかけます。パラリラリラリラと美味しそう。では食べたいと思います。しゃくしゅうか完成しました。見てください。これよいしょ、これ落ちそう。これ美味しそうでしょ。食べたいと思います。あ、待って、あれ忘れた。これ今日はシャクシューカと一緒に食べようと思って、これタヒニを水でちょっと薄め混ぜてポタって落ちるくらいになるまでにしたやつと、1個前の動画で紹介したスフークっていうコリアンダーとニンニクと唐辛子たっぷりのソースと、私の大好きなイスラエルのハラっていうパン、これも焼いたので一緒に食べていこうと思います。とりあえずこれをどうしよう、お皿に取って、ぜひこれフライパンのままドーンとテーブルに出してくださいその方が楽だし、こう豪華に見えるし。これとあとパンも切って、ちょっとシャクシューカープレートちょっと汚いけど作ったので、こうさっき言ったみたいにディップして食べます。いただきます。さっき言ったみたいにとか言って動画で言ってないですねタヒニとかスフグとか好きにつけてパンでディップして食べてください。おいしい。ちょっと自分で作ったのこんなにおいしいっていう、ちょっと恥ずかしいけどめっちゃおいしい。このトマトもすごいじっくり火通したので甘くて美味しいし、ニンニクがこう結構効いてるので、ただのトマトソースっていう感じじゃないし、何よりね、もうこれがあったらもう中東の料理になるから、これめっちゃ美味しい。今私夜動画撮ってるんですけど、イスラエルの人たちはこれを朝ごはんとして食べるみたいです。朝ごはんにこれでできたら最高だな。作るコツはパプリカと玉ねぎをじっくり辛抱強く弱火でくったくたになるくらいまで炒めることです。で、あとオリーブオイルはもう
っていうくらいかけて、もうダーくらいかけてください。もう全然多すぎじゃないっていうくらいで全然大丈夫。もう美味しいから大丈夫、美味しいから大丈夫なんでやってみてください。めっちゃ美味しい。こういう風に家にこう柔らかすぎて、でもこれどうするとっていうトマトがあってもそのままポイって捨てずに、このぜひ灼秋花作ってみてください。美味しいので、もし作ってもし美味しかったよって思ってくれたらぜひコメントしてくださいね。ってことで今日は灼秋花の動画でした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。Allora, if you liked the video, don't forget to hit a like and subscribe to Shino.it.